皆様こんにちは。米谷彩子です。このビデオシリーズはディレイ先生のアシスタントをしていた私が先生のクラスでやっていた基礎の練習法を日本の方々にも知ってもらおうと思って作り始めました。そのうちに私のアメリカの知人も私が何を言ってるか知りたいということで英語のサブタイトルをつけたりしました。今日のタイトルは音階は必要ですかです。今まで音階についてビデオを作ってきたのになんでそんなことを今更と思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このビデオが何か考えるための参考になればと思っています。これは今となってはどれが出典かわからないんですけれども、ミルスタインがインタビューに答えていて、音階をどれくらい練習しますかって聞かれて、彼が音階を練習するって曲の中にも音階はいっぱいあるからそこで練習したらいいと答えていたのを私はどこかで見た覚えがあります。ディレン先生の基礎のベーシックの表を今まで話してきたベーシックの表には音階は入ってなかったんですけれども、先日リクエストがあったので音階について作り始めました。作り始めてからいろいろ後で指使いが自分との違うのでどうなってるのとかいうご指摘があったり、いろいろ音階自体について興味が湧いて、それから少し音階にまつわることみたいなのを調べてみました。ミレステインがサムエル・アプバウムって、これはガルネリ・クワテットの昔のビオラを弾いてた方のお父さんにあたる方ですね。サミュエル・アプバウムのThe Way They Play という本の中でインタビューにまた答えていて、ミルシュタインが For example, I remember as a youngster being occupied too much with Croce and Paganini, so much that I became quite annoyed and felt the urge to get away from them.この頃の生徒はクロイチュとかパガニーニとかそういうエチュードとか技術的なことばっかりにこだわっているから、自分はそれから遠ざけるようにしているっていうようなことを言ってるんですね。それから同じインタビューの中でミルスタインはこうも言ってます。First, one has to balance musical and technical aspect of practice. And I'm sorry, but whichever way you cut the cake, scales are always going to be at the technical practice end of the spectrum. Now, for many people, too much technical work can actually be musically deadening. It shouldn't be so, but my experience is that it is. Shevchik is the most dangerous example.As presciently won by Carl Fresh. But scales have the same potential. One slips more and more into the automatic groove and mistakes starts to get practice in, while the temperament gets practiced out. どんなケーキの切り方をしても音階は技術的な練習でしかないって言ってます。多くの人はテクニックの練習をしすぎて音楽的なことがおろそかになっている。ミルシュテインの経験によると、セブシックはその最たる危険な例で、カール・フレッシュも警告しているように、音階は音階でしかないから、機械的な練習を避けないといけないって言ってます。機械的に練習すると、ミスを上塗りするような練習をしているというようなことをミルスタインは言ってます。スケールの本を書いたカール・フレッシュがシェブシェクについて警告批判をしてるっていうのが面白いと思いました。これは私が学生の頃聞いた話で、今はどの先生がおっしゃったのかちょっと思い出せないんですけど、デレン先生ではなかったような覚えがあります。セブシックについてなんですけど、セブシックって方はものすごくお弟子さんがいらしたんですね。5000人とか生涯でいらしたんじゃないですか。それで彼はとっても勤勉でメソッドの教本を多く残してますから、それで私たちはとってもそれで恩恵を受けているわけなんですけれども、彼は朝7時とか8時に
散歩する癖があったんですね。ベルギーっていう町はヨーロッパの町のその古い町っていうのはそれほどダウンタウンは大きくないので、お弟子さんたちも割と近くに住んでらしたんでしょうね。でセブシックは朝の7時8時になって散歩をして、彼は散歩の途中のお弟子さんの住んでるアパートの前に行ってバイオリンの音がしてないとビルに入っていって、なんでバイオリンをして練習してないんだって言いに行ったっていう、そういう逸話が残ってる感じの人なんです。でその私に言った先生はちょっとウィンクでもして、それでそんなことしてもセブシックに偉大なバイオリン奏者になった人はいなかったでしょみたいなことをおっしゃってたんですけれど、セブシックの名誉のために付け加えておくと、エリカ・モリーニ、昔の演奏家ですけどとか、シュナイダーハンとか名前の出た演奏家がいらっしゃいますから、この話っていうのはその時代のセブシックはものすごくお弟子さんが多かったから、そういう意味のやっかみの話がそのまま伝えられてきたのかもしれません。それから音階について違う話で、パールマンがハイフェッツに初めて会った時という面白いビデオがありました。下にリンクをつけておきます。そのビデオの中でパールマンが14歳の時にハイフェッツにジュリアードで初めて会った時の話をしているんですけども、ハイフェッツがマスタークラスかなんかで曲を弾いてみるようにって言われたんで、ラローのスペイン交響を弾いたということなんですね。うまく弾いたんじゃないかと思いますけど、そしたらガラミアン先生は、パールマンはその時ガラミアンについてましたから、じゃあもう下がっていいからみたいな感じで言われたんですけど、で下がろうかなと思ったら、今度はハイフェッツが「いやちょっと待って」っていう、今度は音階を弾いてみなさいって言われたそうなんです。それもその二長調とか波長調とかそういう優しい長調の音階とかじゃなくて、難しい調で全部アルペジオから3度から6度からオクターブから、それから半音階とか10音とか10度とか全部セットになってますよね。そのセットを弾くように言われたっていうんです。でパールマンは自分のイスラエルの先生がハイフェッツを崇拝してて、でハイフェッツが音階をすごく大切になさってるっていうのを知ってましたから、毎朝音階を弾く練習がついてたそうなんです。パールマンのイスラエルの先生っていうのはとっても厳しかったようなんですけど、それでテクニックがついたのかもしれませんけれども、そしたらハイフェッツにその音階を全部弾けたら、完璧に弾いたみたいで、そしたらハイフェッツがすごく感心してくれたってパールマンが回想しているビデオがあるんです。だからパールマンの驚異的なテクニックがあるのかもしれません。ディレイ先生も面白いことを言っていました。私はアスペン音楽祭ではスケールクラスっていうのをたくさん担当していました。先生に習いに来る大学生のためにはスケールクラスっていうのはないんですけれども、プレカーレッジの生徒には必修でありました。その頃のアスペンっていうのはものすごく優秀で、もうその頃からプロで活躍しているプレカーレッジの生徒さんもディレイ先生はいっぱいたくさん教えてらしたので、その子たちが私のクラスに来ました。週5日、月曜日から金曜日まで、朝の9時のクラス、10時のクラス、11時のクラスと3クラスを教えてたんですけども、クラスにはだいたい4人が割り当てられて、どうしても入らない場合は6人ぐらいいた時もありますけども、ある時にものすごく弾けて、もうすでにソリストとして演奏活動もしている生徒が私に割り当てられたんです。それなんでディレイ先生に私どうしたらいいでしょうかって尋ねたんですよね。そしたら、あの子はもうティーンエイジャーだから、もうそろそろ基礎に関心を持ってもいい頃だから、基本に戻ってやるのにちょうどいいからちゃんと教えてほしいっておっしゃったんですね。すごい高度なコンチェルトもラクラケルトを弾けるような子になんで私が教えるのかなと思ったんですけども、もうティーンエイジャーになったからもう一回基本についてやり直すにとてもいい年頃だっ
って言ってたのがとっても印象に残ってるんですよね。私自身の教育を振り返ってみると、音階を日常的に取り入れるようになったのは大学院生になってからです。私は音楽家の家庭では育ちませんでしたし、両親も楽譜が読めませんでした。はじめは鈴木メソッドで始めましたけれども、前のビデオでも言ったかもしれないですけど、角先生で小野アンナ先生の音階の版のことについては角先生から紹介されたんですけども、家でさらっておいてちょうだいねみたいな感じで別に毎回先生の前で弾くわけでなくて、たまに1年に1回ぐらい弾くかなぐらいで、あんまり覚えてなかったんです。それでジュリアード音楽院の入試の時に、この前言ったと思いますけど、恥ずかしながら音階はあんまり知らなくて、フンクス先生にじゃあ音階結構難しい調だったと思うんですけど、音階を弾いてみろって言われて、ちょっと困ってどうしようかなと思ってもじもじしてたら、でレイ先生が助け舟を出してくれたっていう話は前回お話ししたと思いますけど、それでも自分のことを振り返ってみると、私の受けた教育っていうのは矛盾してると思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、小さい頃だったから悪くなかったというか良かったと思うんです。角先生に指示している時に、小さい頃から演奏会がすごく結構あって、レッスンっていうのはほとんど曲ばっかりでした。先生はよくお弟子さんのことを舞台に出してみないと分かんないってよくおっしゃってたんです。そんなこともあって先生はなるべく生徒が弾けてくるとコンサートに出すっていうのが先生の方針だったのかもしれないんです。前にも言ったかもしれないんですけど、角三郎先生っていうのはあんまり口数の多い先生ではありませんでした。だけど無言の要求っていうか、ここまでっていうのはすごい高かったような気がします。今は先生によっては砕いてちっちゃくして、次のレッスンまでに2ページだけ曲を見ていらっしゃいとか、そういうふうに宿題を出している先生をよく見かけますけど、私の時はそういうことはありませんでした。実家が鎌倉で東京まで遠かったってこともありますけど、で必ずしもレッスンが週1回でなかったんですけど、1曲が短かろうが長かろうが割と商品が多かったです。例えばクライスラーの商品とかそういうものがよくありましたけど、ともかく次のレッスンのためには一応音だけでも最初から最後まで曲として形っていうか1曲としてその2ページじゃなくて持っていくってことが要求されているような感じでした。今思ってみるとそれがすごく良かったんじゃないかと思います。なんとなく泳ぎを覚えるのにプールにジャボーンと突っ込まれたようなそんな感じはあります。もちろん新しいテクニックも出てきて、どうやって弾いていいかは全然わかんない、フラジオのとかそういうのは事前の説明なんかもなかったので分かんなかったとこもありますけども、ともかく自分で工夫してどうにかレコードに近いような音にこんな風に出すのかなみたいな感じで音にしていかなければいけなかったっていうのがとっても良かったんではないかと思います。ディレイ先生はよく生徒に考えさせることを学ばせるっていうことを言ってらしたことがあります。そういう意味ではすごく自分でやらなくちゃいけなかったので、それが良かったんじゃないかと私は思ってます。小さい頃からともかく弾くチャンスがいっぱいあって、角先生自身もコンサートにいっぱい出してくださいましたし、特に小学校のコンクールで1位になってからは中学の前半ぐらいまではすごくコンサートで忙しかったのを覚えています。やっぱり人間は必要は発明の母というか、必要だからやるっていうところがあるので、それでそういう意味でももちろん音階とかは全然知りませんでしたけども、曲をたくさんやることでテクニックがついたって感じもします。私はもうかれこれもうかなり長いことを教えてます。いろんな生徒さんがいらっしゃいます。時にものすごい真面目な生徒で、
よくさらってきて、音階とかエチュード、だからエチュードはだいたい1週間に1回ずつぐらい次の課題に上がるっていうふうにきちっとさらってきてっていうふうにレッスンが進んでいらっしゃる生徒さんもいます。でそういう生徒さんっていうのは1週間に1回エチュードが上がれるっていうか、そういうのが達成感なのか、すごくそれを一生懸命やるんですね。全部じゃないんですけど、そんな生徒さんの中にエチュードはすごくよくできるんですけど、いざ曲になるといまいちっていう子がたまにいるんです。それで本人自身もエチュードだと長くても2ページで終わるんですけど、曲だと長いのでなんかちょっとどうしてその5ページとかのどうしていいか分かんない感じなんです。そういう生徒を見てると、ミルシュテインの言ってるのはこういうことかなと思います。ハイフェッツの先生のアワーは指で練習したら 7,8 時間1日かかるけど、心でさらったら 1,2 時間で済むって言ってましたし、ミルシュタインもアワーも心でさらうことを強調してます。だからそういう意味で音階を必ず何時間さらわなくちゃいけないとかではなくて、それは一つの目安であって、そればっかりにこだわってると音楽が作れないんじゃないかっていう気がします。アスペンは、またアスペンに戻りますけど、アスペンは9週間でプレカーレッジの生徒さんに教えるために毎回いい長調だったらこういう風に弾くんだよとか、一読みに4つとか6つとか8つとか、リズムとか説明して、毎回見せて子どもたちに説明して、教えてったわけなんです。ちょっと感じとしてはアエロビクスの先生が一緒に体操してその本人も健康になるみたいなことをちょっと想像してみていただいたら分かると思います。週5日9時10時11時そういうふうに教えて、夏が終わったらすごくびっくりしたのは生徒さんも覚えが早いからうまくなりますけど、そうじゃなくて自分の音程がすごく良くなったように感じたんです。だからそういう意味では音階はためになると思います。ただテクニックのためのテクニックになってしまうと本末転倒になってしまうと思います。私は5年前からカルテットプログラムのディレクターになったので、大学ではほとんど大学院生のみを教えてます。これは割と最近の傾向のように感じてるんですけれど、大学院生がレッスンは次は何の曲をさらったらいいですかって聞いてきたんですね。私はもう大学院生になったんだから自分の聴きたい曲を知ってるだろうから弾きなさいって言ったんですけど、今まで先生に言われた課題をやってそれをクリアするのが優秀っていう社会全体の傾向なのかもしれないんですけど、そのクリアすると先生に気に入ってもらえるのかもしれないですけど、なんていうかテストの消去法みたいにこれクリアなけど、音楽を作るっていうのはどっちかっていうと消去法じゃなくてもっとプラスのプロセスだと思うんです。だからこれをやったら十分とか言うんじゃなくて、例えばこれをやったらはい100点とか言うんじゃなくて、音だったらもっと綺麗になるかもしれないし、もっと面白く弾けるかもしれないしって、ちょっとプラスになる、そういう過程だと思うんです。で、私はその大学院生に初めてそんなこと聞かれた時びっくりしたんですけど、割と最近ある傾向です。先生にこれをやってはいここまでやってきましたっていうんじゃなくて、私としてはそのミルシュタインが言っていたように、ミルシュタインは信じられないかもしれないけど、みんなが音階をやってるような時に自分はショパンを弾いてた、そのショパンのどんな風にそのメロディーを歌えるかどうかっていうのをバイオリンでやってたんだって、その同じインタビューで答えてたんですけど、私でしたらその音階を何時間さらうっていうよりも、たくさん音楽を聴いて楽しんでもらいたいと思いました。でレイ先生はこれを弾きたいって言ったらまず反対なさる先生ではなかったので、私は先生に次に何を弾いたらいいですかなんて聞いたことなかったです。もちろん極端な例なんかちっちゃくてそんなにまだ進んでないのにコンゴールドのコンチェルトを聞いたら素晴らしかったから次にコンゴールドを弾いていいですかって聞いてる質問がありましたけど、そういうのはまた別の段階ですけど、そういうのはやっぱりある程度のテクニックがあって初めてコンゴールドまで行くと思うんです。7、8歳とか9歳の子どもの成長段階の時に音階って
例えば1時間もさらわせるようなことっていうのは、私は悪影響になるような気がします。有名な音階とメソッドの本を作ったカール・フレッシュでさえセブシックのことはテクニックばかりで気をつけなくちゃいけないって言ってたんですから。セブシックのエチュードっていうのは多分ご存知の方も多いと思いますけど、全く妥協がないというか、音楽的なとこっていうのは全くありません。ローデぐらいになってくるとエチュードでも少し曲のように音楽的になっているところもあります。この第2音階は必要ですかなんて書きましたけれど、結論から言うともちろん必要です。特に大学生になって曲がある程度弾けてくるようになったら必要だと思いますし、また年取ってくるとメンテナンスのために必要になってくると思います。私くらいの年になってくるとどうも体が縮むようなこともあるので、毎日柔道とかやると今日はちょっと手がこわばっているなとか、そういうことが分かるので、私はその物差しのような感じで同じものをやるということで、そのメンテナンス維持するための道具として音階はとっても役に立っています。ただ毎日音階を1時間真面目にさらったからとして結果としてそれで曲をうまく弾けるかっていうと、それはまた別の問題で直結はしないかもしれないです。そういう意味でミルシュタインの言うように曲の中にもいっぱい音階があるので、曲の中で自分なりにさらうことっていうのも必要じゃないかと思います。小さい頃にはもっと興味の湧くようなチャレンジのような楽しみが必要だと思います。練習についてはもちろんウォームアップは必要ですけど、必ず音階から練習を始める必要はないと思います。どちらかというとその時に一番重要な、例えば演奏会が近いんだったらその曲からさらうとか、一番大きなところから練習していく方がいいと思います。練習すべてがファンもう楽しく練習するってことはできないかもしれないですけど、やっぱりあんまりつまんない練習っていうのはやめた方がいいと思います。ビタミン剤を飲むのがいいから絶対1時間音階やって、それから1時間基礎をやってて、ディレイ先生の表であれば目安であって、それに合わなかったらそれはそれでまた自分で違うやり方の練習を考えたらいいと思います。でやっぱり音楽は楽しみでありますから、そういう意味でちょっとオリンピックとは違うかなと思います。そんなことをちょっと音階のことを作りながら考えてみました。今日は全然また違った話題になりましたけれども、何かの参考になればと思います。ではまた次にお目にかかりましょう。